アクションポーズを追い求めて、ガンダムエクシア、ガンプラ進化の歴史。ガンダムエクシアは、2007年に放映されたアニメ、機動戦士ガンダム00に登場する機体です。主人公、刹那 F 精鋭が登場し、ファーストシーズンの主役機として活躍しました。ガンダムエクシアには、太陽炉と呼ばれる半永久機関、GN ドライブが搭載されており、この太陽炉から永続的に放出される GN 粒子という特殊な粒子によって、ビーム兵器を使用したり、機体を浮遊させて飛行することが可能です。そして、機体に蓄積した高濃度圧縮粒子を全面解放し、機体が赤く発光して、驚異的な性能を得るトランザムシステムを搭載しているので、トランザムを表現したカラーバリエーションも多く見られます。さらに、セカンドシーズンでは、修理や改修によって姿を変えて登場しました。今回は、そんなガンダムエクシアのプラモデル進化の歴史についてご紹介させていただきます。エクシア、刹那 F 精鋭、出る。まず最初に発売されたのがこちら。ファーストグレード144分の1ガンダムエクシア。発売日、2007年9月。ファーストシーズン放映に合わせて発売されたキットです。ファーストグレードと呼ばれるこのブランドは、放映に先駆けたガンプラで、前作の機動戦士ガンダムシードデスティニーの頃のコレクションモデルにあたります。ニッパー不要のタッチゲートを採用することで、ガンプラ初心者で工具を揃えていない人に向けて作られています。エクシアは全部で7つの剣を持つ機体ですが、放映当初に発売されたこともあり、メイン武器である GN ソードが付属しておらず、実質 GN ロングブレイドと GN ショートブレイドしか構えることができません。しかし、このガンプラで特筆すべきは、初期のガンプラでありながら、股関節のスイングアクションはもちろん、肩や肘、膝関節の可動ができることです。コレクションモデルでは、肘と膝が稼働しなかったため、立ちポーズとある程度のポージングしか取らせることができませんでしたが、HG などに近いアクションを取らせることができるだけでなく、パーツ数と色数も抑えられているため、価格帯も550円と SD ガンダム並みで、手軽に楽しむことができます。さすがはガンダム、なかなかやる。次に発売されたのがこちら。HG144分の1ガンダムエクシア。発売日、2007年10月。HG ということもあって可動部分が改善されました。股関節に3ボールジョイントを採用し、膝には二重関節、肩は90度に上げられるほど柔軟で、胸部まで可動します。これにより、接近専用のエクシアらしい、ダイナミックなアクションを取らせることができます。武器も、しっかり、7本の剣が付属し、エクシアの特徴である、機体角度に取り付けられたレンズ状のパーツを再現し、肩の GN コードに軟質素材を採用することで、腕の可動を妨げにくくするような工夫がされています。全体的にバランスが取りやすく作られているので、ディスプレイスタンドなしでも躍動感のあるポージングを取らせることができるのも魅力の一つです。一方で惜しい点として、このガンプラにはビームエフェクトパーツが同梱されておらず、ビームサーベルは白いプラによる1本の棒状になっています。また、エクシア最大の魅力である GN ソードに ABS 樹脂が使われているので、塗装派の方向けというよりは安全性を重視した仕様になっていることが伺えます。その次に発売されたのがこちら。100分の1ガンダムエクシア。発売日、2007年11月。パーツの色分けがそこそこされており、インナーフレームが簡略化されているので、内部構造にこだわらない分、動かしやすく作られています。HG では、薄いプラ板1枚にパーツを取り付けるだけだったロングブレイドとショートブレイドは、構成パーツを増やすことで、剣自体に重厚感を持たせていたり、クリアパーツを増やしたりと、HG で足りなかった要素が追加され、完成度を上げた一品でした。そして、同じくスケールアップさせた60分の1、ガンダムエクシアが2007年12月に発売されます。サイズの大きさを生かした圧倒的な存在感を放つ一品となりました。戦術予報通りの戦果だ。その後、ファーストシーズン後半に登場した大型機がガンプラで登場します。それがこちら。HG144分の1 GN アームズタイプ E プラスガンダムエクシアトランザムモード。発売日、2008年3月。GN アームズタイプ E は、ソレスタルビーイングが、ガンダムの強化支援を目的に開発した支援機であり、その大きなサイズ感から、パーツ数は200ほどもあり、組み立ての際は、
ネジも必要になりますが、その分アニメのような展開、アクションギミックがしっかり再現されています。GN アームズ単体はもちろん、エクシアとドッキングした姿である GN アーマーにしてディスプレイすることも可能です。ただし、エクシアの武器が GN アームズのパーツに干渉しやすいので、背面の武装を外すことが推奨されています。付属しているエクシアはトランザムモードなので、GN コードや各種 GN 粒子解放状態を再現して赤くなっていますが、さすがにアニメのように、全てのパーツが赤みを帯びた表現はされませんでした。モビルアーマー、こんなものまで。そこで、次に発売されたのが、100分の1ガンダムエクシア EXF トランザムモードです。2008年8月に発売されたキットで、以前に発売された100分の1の各種パーツを、トランザム発動時の色合いに変更されています。最近のキットのようなアンダーゲートにはなっていないので、どちらかといえば、無改造で気軽に作って、楽しみたい方向けの一品となっているのではないでしょうか。そして、同じく、144分の1でもトランザムバージョンが発売されます。HG144 分の1ガンダムエクシアトランザムモードグロスインジェクションバージョン。発売日、2009年1月。100分の1のトランザムモードはメッキ加工されたパーツでしたが、グロスインジェクションは材料そのものが半ツヤの感じになっているので、ゲート跡がそこまで不自然になりづらいのが特徴です。そのテクニック、世界でもトップクラスだ。その後セカンドシーズンが終了し、最終回に登場したエクシアが発売されます。それがこちら。HG144 分の1ガンダムエクシアリペア2。発売日、2009年6月。HG エクシアのパーツを一部回収した機体です。主武装の GN ソード界は、刃部分、クリアグリーンパーツを使用することで再現しているほか、各部も、リペア2の設定に合わせてパーツが作られ再現されています。外観だけでなく可動にも手が加えられており、股関節が大腿部と付け根でそれぞれ独立したパーツになったので、脚部の可動範囲が改善されました。また、リペア2は GN ドライブをブースト状態にして特貫しましたが、このブースト時の GN ドライブ解放状態と通常時の2種類の GN ドライブが差し替えパーツで用意されています。なお、このガンプラも過去の HG 版エクシアと同じくビームサーベルのクリアパーツは付属しません。しかし、ボックスアートは最後のオーガンダムとの決戦シーンが描かれており、オーガンダムのガンプラは余剰パーツで、ビームサーベルのクリアパーツが1本余るので、2機とも購入すると、ボックスアートのシーンが再現できるという面白い作りになっています。やるじゃないか。こうして、機動戦士ガンダム00放映中、一通りのガンプラが発売された後、ついに登場したのがこちら。マスターグレード100分の1ガンダムエクシア。発売日、2009年7月。マスターグレードならではの内部ディテールの表現はもちろん、GN ドライブの可動ギミックの表現や GN ソードの重厚感を表現するなど、非常に完成度が高いガンプラです。エクシアには、GN コンデンサー部分などクリアパーツが多く使用されていますが、マスターグレードでは、GN コンデンサーなどのクリアパーツは、レーザー加工によって文字が彫り込まれています。さらに、肩や大腿部の GN コードは、GN 粒子を表現するために、光の当て方によって、様々な色に光り輝く特殊なホログラムパーツを採用しています。各部の広い可動域に加え、特に、エクシアは、近接武器がメインになる機体なので、手首にも可動軸が設けられており、スナップの効いた自然な手の動きを表現できるようになっています。そして、側部は、前側とつま先パーツを動かすことができるので、アクションスタンドなしでも躍動感のあるポーズが取りやすくなっています。ただし、難点として、GN ソードは多数のパーツで構成されているため、重量が重く、腕に持たせてポージングを取るには、何かしらの工夫で保持力を向上させる必要があります。まだまだ研究する必要がありそうだ。また、マスターグレードエクシアは、同時にイグニッションモードも発売されました。これは、セカンドシーズン冒頭で登場するエクシアリペアに変更できるガンプラです。エクシアリペア専用パーツが付属するほか、GN ドライブに LED ユニットが組み込めるようになっています。また、GN ソードや GN ブレイドは、刃の部分にメッキ処理が施してあり、一方でリペア用の折れた GN ソードは、メッキ加工していないダメージ感を表現した作りになっています。
リペアの特徴的なマントは3つのパーツに構成され、ボールジョイントで稼働できるのでポージングがしやすくなっています。アニメ版リペアと比較するとかなり忠実に再現されているものの、アニメ内では戦いに次ぐ戦いでボロボロになっていると思うので、そのあたりをどう表現するかはモデラーの作り込みポイントと考えるといいかもしれません。その後2010年2月にはグロスインジェクションでトランザムを表現したモデルが登場し、その翌月には他のガンプラにもある外装パーツがプラスクリアになったバージョンも発売されました。こうして100分の1スケールで素晴らしい出来栄えとなったエクシアは次に144分の1で生まれ変わります。144分の1リアルグレードガンダムエクシア。発売日2014年4月。マスターグレードの技術を踏襲し、ついにリアルグレードで誕生しました。マスターグレードイグニッションモード同様に武器の刀身にメッキパーツを採用し、設置されている各所 GN コードはホログラムペット素材で表現され、角度により虹のような色合いを見せます。エクシアをデザインした海老川兼武氏によって徹底監修されているので、海老川氏が新しくデザインされたリアルグレード専用の新規マーキングも付属しています。可動域も広いので、かっこいいポージングで飾って楽しむことができる一品です。その後、同年6月にはトランザムを再現したグロスインジェクションバージョンがプレミアムバンダイで発売されています。こうして144分の1と100分の1でハイクオリティのエクシアが発売された後、ついに究極のモデルが発売されます。それがこちら。パーフェクトグレード60分の1ガンダムエクシア。発売日2017年12月。パーフェクトグレード20周年を記念するガンプラで、リアルグレード同様に海老川氏が監修をしています。エクシア最大の特徴である GN ドライブに着目し、GN 粒子が全身に伝達していく機構が徹底交渉されています。さらにライトニングモデルと呼ばれる LED ユニットを使用するモデルも同時に発売されました。マスターグレードでもイグニッションモードで LED を搭載していましたが、このライトニングモデルでは新技術として色調変化が表現されています。 LED だけではなく新素材と組み合わせることで GN 粒子の軌道、蓄積、圧縮の発光演出を再現しました。 LED は配線周りも工夫され、 LED を組み込んだ状態で様々なポーズを取らせることができ、ディスプレイスタンドに接続したまま宙に浮かせた飾り方もできます。装甲から覗く内部フレームやメカディテールによってよりメカニカルな印象のエクシアを表現しています。胸部の特徴的な GN コンデンサーは3層の積層構造を採用することで光の乱反射を作り出して独特の魅力を放っています。なお2018年3月にはプレミアムバンダイ限定でリペアパーツセットが販売されました。マスターグレードでは表現できなかったダメージ感も再現された完成度の高いセットになっています。その後2018年12月には同じくプレミアムバンダイ限定で外装パーツをクリアパーツにした付け替え用パーツも販売されており、 LED の輝きをより美しく演出できるようになっています。こうして各スケールでクオリティの高いキットが発売されたガンダムエクシアは、各種派生機体や各種イベントやガンダムベース限定のモデルなどが発売されています。他の機体の進化の歴史と比較すると HG144 分の1が2009年以降で発売されていないので、私としては次は様々なアクションポーズを取りつつもガシガシ動かして遊べる HG のリバイブ版が来るのではないかと予想していますが、果たしていかに。俺たちの存在そのものがガンダムだ。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。